皆さんこんにちは。カノンチャンネルのせーの、カノンです。今日はリクエストに待ったバタービール、ハリーポッターの世界で飲まれているバタービールを作ろうと思います。でバタービールって聞いたら、一見っていうか聞くだけでもそのアルコールが入ってるんじゃないかっていう風に思う人も中にはいると思うんですけれども、バタービールはアルコールが実は入っていないんです。誰でも飲めるジュースみたいな感じですごく美味しいそうなので、今日はそれを今から作っていこうと思います。それでは行きましょう。ノックス。はい、今魔法の力でメイクをしたりだとか、あとは髪を巻いてみたりだとか、服装ちょっとだけチェンジしたりだとか、あとは夜を昼に変えてみたりしました。でなんやろな、なんかハーマイオニーになりたくってスペルをね呪文使ってやってみたけど、なんかハグリッドみたいな。そんな私は実はたくさんの杖を持っていて、ざっとこんだけあります。でその戦いっていうのがなんだろうね、もう1日3回ぐらいやって、これらは火の中、水の中、油の中を修羅の道を通って乗り越えてきた大切な相棒です。バタービールは私今までで1回だけそのイギリスにあるハリーポッタースタジオで飲んだことがあります。そこはもうなんだろう、1ヶ月前から予約しないと入れないくらい超人気のところで、動画何撮ろうかな、そういえばハリーポッタースタジオあるんだったらそこ行こうって風にしてチケット取ろうとしたら1ヶ月先ないっていう。そこには映画内で使われたようなその機材、小道具とか小物とかいろんなたくさんのものが置いてあって、いやもうほぼ全て、衣装とかもそうなんだけど、でそこで飲んだバタービールめちゃくちゃ美味しくって、その飲み物自体その作者である JK ローリングさんが作ったものだそうです。それで今回私がバタービールを作る際に使うレシピっていうのが、アメリカのユニバーサル・スタジオでお店で働いてたアルバイトの人が一生懸命覚えて、それを聞いたとある友達がネットに公開していたっていうレシピを今日は使っていこうと思います。そのレシピを実際に作った人たちのコメントもいろいろあったんだけど、それを読んでもユニバーサルスタジオで飲むのとほぼあんま変わらんみたいな、違いがわからんっていうほど絶賛のレシピだそうです。簡単に2種類のステップがあって、うち1つはその液体の部分と、それから上の泡の部分、この2つを作って注いでのせるっていう簡単な流れになります。材料は生クリーム、粉砂糖、砂糖、バニラエッセンス、バタースコッチシロップ、そしてクリームソーダ。でもそのクリームソーダっていうのがまずスーパーに売ってなかった。でもそのクリームソーダっていうのが結構簡単な材料でさっと作れてしまうので、自分の作ったホームメイドクリームソーダとこの5つの材料を合わせて作っていこうと思います。クリームソーダはどうやらお水を使うそうなんだけれども、せっかくならシュワシュワしたいということで、お水の代わりにソーダウォーター、炭酸水を買いました。お水もしくは炭酸水を 331ml 端数。めっちゃ気持ちいいんだけど、見てるだけでも。はい、31とかなんかわからないんだけど。バニラエッセンスを 20.7。 めっちゃいる。めっちゃこぼしたんだけど、なんかもう半分以上使い切ってしまった。それでは次はグラニュー糖 552g を入れていこうと思います。結構多くない？ちょっと待って、これ絶対嘘でしょ。待って、ちょっとこれ計算ミスかも。だってこの1袋で 500g だもん。ありえない。ちょっと待って、計算し直す。今回私 40g お砂糖入れたんですけど、これはもう大体お店で飲むような甘いジュースと同じぐらいのレベルになったので、お好みに合わせて 20g から 30g の間で調整するといいかもしれません。はい、やっとクリームソーダができました。では今からこの中にバタースコッチシロップ入れるわ。ちなみにこのバタースコッチシロップ5軒行ってやっと買えたやつ。売っててもシロップ系は全部メープルシロップで、こんなバタースコッチシロップなんて売ってなかった。4店舗も回ったらさすがにもうないと私心諦めかけて、材料を揃えられなかった時のため、日本のレシピに多いジンジャーエールやシナモンを用意していたほど諦めかけていたのであった。私がいつもよく行ってるスーパー行くがってことで別に期待してなかったけど、お菓子コーナー行ったらあったからね。しかも価格1ポンド、だいたい日本円で140、50円ぐらい。もう東大元暮らしよな。一番近くのスーパーに行けばよかったっていう、最初から。はい、では 50ml 足していきます。よっ、おーい。なんか綺麗。ちょっとこれ見せる。なんか綺麗だぞ。
見るからにすごい甘そうなんだけど次はクリーム 78g、 お砂糖大さじ2、バニラエッセンス小さじ1よっ。それじゃあ今からこれ混ぜていこうと思います。おい、あれんはい、ざっとこんな感じにできました。一応2人前だからそんなに量はないけど、ビールって聞いたらなんかいかにも本当にホイップみたいなビールの泡を思い浮かべるけど、なんかどちらかというとホイップではないような感じやけど、一応そのレシピによると完全に再現してみたのがこれなんで、そういうことなんでしょう。あ、ワッペン落ちてた。どこでつけるかも全然考えずにこれ買ったけど、こんなところで使われるとは。実はもう一つハリーポッタースタジオで買ったのがこのコップ。取っ手がついたビールっぽいジョッキはないけれど、これで今から注いで飲んでいこうと思います。まずこの茶色の液体で、これは本当に完全にシロップみたいになってて、でしかも炭酸が完全に抜けてしまったので、今から炭酸水と混ぜようと思います。どれぐらい入れようかな。そんなに甘くなくていいから、はい、こんぐらい入れて、あとはめっちゃ甘いであろうこれを入れると、めっちゃビールに見える。そして次はクリームをのせます。なんか嬉しいな。これだけのために今日頑張ったからな。5店舗ぐらい行ったし、スーパー。よっしゃ、のせるぞ。よっおよっおおおおおめっちゃビールっぽい。すごいすごいすごい。ビールや。できました。上らへんはなんかまだ陸地って感じがするけど、ここらへんなんかもうもろビールの泡っぽい。それじゃあ今から飲むわ。クリームがちょっとずつ溶け出してきて、本当にもう今透明なところって言ったらもうほんとここぐらいしかなくなってしまったんだけど、それにしたってこれはもう完全にバタービールにしか見えない。さっきお話ししたハリーポッタースタジオで買ったコップなんだけども、嬉しい。こんな時のためにってわけでもないんだけど、そしてこのバタービールといえば飲んだ時に周りにね白いおひげをつけると、これが醍醐味だそうなので、今から早速飲んでいこうと思います。嬉しい。ハグリッドになれるぞ。これはカメラ近づけていただきます。白いおひげつくかな。つくといいな。めっちゃ美味しい。なぜバタービールって言われるのかが分かった。なぜならクリーミーだから。でこのクリームっていうのが、例えばそのいっぱいレシピがあってね、いろいろこれ調べたらバニラアイスクリームで作る人もいれば、生クリームとか牛乳だとかなんかそういうので作る人も中にはいるんだけど、美味しいな。蜂蜜入れてないけど、なんか蜂蜜なのかこの甘さは。あと今気づいたけど、この部分だけ飲んでもふーんって感じ。でもクリームと一緒に飲むから美味しいわこれ。これクリームと一緒に飲むためにあるようなもんやわ。もしそんなに甘くなくていいよって人はもう本当に砂糖入れなくても全然いける。でむしろその炭酸水を、私砂糖なしの炭酸水入れたけど、三ツ矢サイダーみたいなちゃんと出来上がってる味を砂糖入れずに使うと、それはそれですごく美味しいと思います。これはアレンジしがいのある味だし、これはまさに私がスタジオで飲んだ味です。それ再現できたってすごくない？家で。おほほほほ。ちょっと待って、これそもそも私がいつも使うこの箸に、間違えた。
この私のほうき